にちは。今回の動画は久しぶりに海外の旅シリーズになります。布探しの旅として今年の5月に北欧5カ国一人旅してきました。今回の一人旅はもともと2020年に計画を立てていたプランなんですけれども、世界的なパンデミックで一旦全ての旅行をキャンセルしました。もともとはヘルシンキだけの予定だったんですけれども、いろいろ調べていくうちに5カ国周遊するということになりました。でフランクフルトとヘルシンキを経由してコペンハーゲンに向かったんですけれども、その時に利用したプライオリティカードで使える空港ラウンジの方の紹介もしていますので、よかったら旅の動画も楽しんでいただけると嬉しいです。今回の旅行はアナの特典マイルを利用して旅をしています。一人旅は5年ぶりでベトナム以来です。もともとは8日の出発だったんですけれども、少し時間が早まって7日になったので、思いがけずバースデーフライトになりました。楽しみにしているのがいつも機内食なんですけれども、早速ビールをいただいたり、全て美味しくいただきました。ただ時間がね、もうこれ深夜なんですよね。今回は飛行ルートが変わっていて、通常のルートとは違うルートで北極周りになったんですよね。なのでちょっと思いがけずすごい素敵な景色を見ることができました。ただ飛行時間は14時間半と長かったです。結構飛行機では寝れたので5時間ぐらいは寝れたのかな。たまたまトイレに起きて後ろの方に行ったら明るかったので覗いてみたらすごい素敵な景色でした。で朝の機内食いただきました。飛行機は遅れたんですけれども、フランクフルトに到着したのは予定時刻通りで朝の5時半になります。飛行機の座席はいつも悩むんですけれども、今回一人だったのでやっぱり窓側の席がいいなと思って選んだんですけれども、深夜便の時は通路側の方がおトイレは行きやすいかなと思います。いつか乗ってみたいなと思ってるビジネスクラスなんですけれども、次回のマイル旅行で叶いそうです。フランクフルトに来るのは2回目になります。前回は家族旅行で来ました。でも空港に来た記憶はもう本当にないので、全てが新鮮な感じでしたね。4年ぶりの海外だったので、もう何もかも新鮮だったし、すごいもうワクワクしてるところですね、この時。私が5月に旅行した時は1ユーロだいたい152円だったんですけれども、その時でも高いと思ったんですが、今はもう160円近くなってますからね、かなりお買い物するには非常にお高い感じにはなっていきますね。今回は一人だったので特に計算をしないで、もう気にせず買い物はしていました。もう気にしてるともう何も買えなくなっちゃいますからね。水もだいたい 500ml で500円ぐらいしてましたね。次の飛行機まで時間があったのでラウンジで過ごすことにしました。今回は楽天プレミアムカードの特典でプライオリティカードがあるっていうことを旅行前に情報収集してたので、初めての空港ラウンジを利用してみました。朝早く到着したんですけれども、もうすでにラウンジの方オープンしてたのでフランクフルトをいただいたり、ビールもアルコールも結構ね充実してました。機内食いただいてたのでそんなにお腹空いてなかったんですけど、やっぱりあると食べちゃいますね。だいたい1時間半ぐらい滞在したかなという感じです。乗り継ぎに3時間ぐらいあったのでちょうど良かったかなっていうところですね。空港で普通にワンちゃんがいるんですよね。これ日本でなかなか見れない景色だなと思いました。フランクフルトの出国審査は結構厳しくって意外と時間がかかったので、余裕を持って行くといいかなと思います。海外のデューティーフリーといえばもう香水ですよね。すごい安かったです。フランクフルトからはルフトハンザでヘルシンキに向かいます。このルフトハンザにもう飛行機に乗るまでこの大きい長いねバスに乗ったんですけど、結構長い時間乗ってました。20分ぐらい乗ってたんじゃないかなって思います。
そういうところに飛行機止まってました。そう、出国審査でうっかり日本から持ってきた水をそのまま持ってったので、そのままそこで処分してくださいって言われたんですけど、もったいないから飲んじゃおうということで 600ml を一気飲みしたんですよね。それがですね、もうちょっと飛行機乗ってから大変なことになっちゃって、シートベルトサインが消えたら速攻トイレに行きました。もう情けない。フランクフルトからヘルシンキまではだいたい3時間ほどだったかなと思います。ただ時差が1時間あるので、ヘルシンキは1時無事到着です。のんびりこうぐるっとちょっとね、空港の中を冒険してたらですね、迷子になりまして、もうみんないないんですよね。この後荷物をピックアップしなきゃいけないのに違うところの列に並んじゃって、それでちょっと空港の職員さんに聞いて、ちゃんと荷物取りに行ける場所を教えてもらいました。動画編集してても思うんですけど、かなりねマイペースで、この後またチェックインしてですね、次のコペンハーゲンに向けて荷物を預けなきゃいけないのに、こうぐるっとねこう空港の方を見てました。もうすごい綺麗でしたよ。天井ぜひ見上げてみてください。日本語が書かれてるスーパーとかもありました。あと荷物をスーツケースとかですね、ラッピングできるところもありました。で、気分転換に外にちょっと出てみたんですけど、電車の乗り場もあって、ここからそのまま市内に直結してるんですよね。だいたい30分ぐらいで行けたかなと思います。アクセスがいいと嬉しいですよね。でもう一度空港の中入って、これからやっと荷物を預けようっていうところですね。もうなんか迷子に何度もなってて、ぐる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 してたんですけど、そのたんびにこう景色を見ながら楽しんでました。とにかく空港すごくね綺麗です。で、この後ようやく荷物を預けようというところなんですけれども、もうすでにオンラインチェックインを済ませてあるので、あとはチケットと荷物を預けるラベルの方を発行していきます。そうそう、羽田の出国の時にうっかりですね、リチウムイオン内蔵のアイロンを持ってってしまって、それ没収になっちゃったんですよね。すごい残念でした。で、ボーディングパスはオンラインでも見れるんですけど、念のためですねこう発見してます、毎回。で、荷物を載せたらもうびっくりしたんですけど、22.5 キロになってました。なぜだ。荷物預けて身軽になったので、ちょっともう一回外に出てきました。すごい綺麗な青空で、もう気持ちよかった。空港の中にスーパーがあるって珍しいですよね。ちょっとお値段チェックのために中入ってみました。デリとかも結構充実してて、実際滞在中利用しましたね。あとお水はちょっとやっぱり高かった。お水とかアルコールもね、ちょっとお値段高かったです。あとムーミンのマグカップとかもありましたよ。パンもね美味しそうだった。あとガイドブックにも書いてあったんですけど、無料の給水所がありました。で、こういう風に動画撮ってるとなんか声かけられてちょっと嬉しかったです。出国審査のところ出るとね、いきなりもうマリメックがあるんですよ。すごいテンション上がりますよね。ただね、もうユーロ高なのでお買い物がちょっとどうかなっていうところなんですけど、アウトレットも行く予定だったので今回は見るだけにしておきました。春の新作とかもたくさん並びましたよ。このポーチはアウトレットでお買い物しました。で、この日2回目のラウンジはヘルシンキのアスパイアラウンジ。お皿の装飾がすごく綺麗で、もうずらーっと並んでるところが目を引きました。食べ物はサラダバーとか、あとスープとか、あとアルコールドリンクとか、なんかいろんなものいただきました。で、カップがねすごいの、これ全部1タラなんですよ。ちょっと遅いお昼になったんですけれども、サンドイッチとスープいただきました。本当に楽天様々です。ビールもいただきました。ラ
ラウンジを出たらちょうどこのオープンサンドがあって、もう食べたかった。美味しそうだった。ヘルシンキからコペンハーゲンまではフィンエアを利用しました。機内食ないと思ってたんですけど、お水いただきました。ナプキンが可愛かったです。ヘルシンキからコペンハーゲンまではだいたい1時間半ぐらいでした。帝国通りカストループ空港に到着です。もう夕方6時半なんですけど、まだこんだけ明るいんですよね。ヘルシンキとの時差も1時間ですね。コペンハーゲンも空港の中がすごくね、おしゃれでした。コペンハーゲンのラウンジはこのグリーンが綺麗なところの2階にありました。そして本場のロイヤルコペンハーゲン、食器がねすごくねたくさん並んでました。おしゃれですよね。このイニシャルのカップもおしゃれですごくね目移りしました。結構のんびり空港をぐるぐるしてたんですけど、荷物ピックアップしてこの後今日の滞在先に向かいます。空港の外に出てきました。ここからは自力で行かないといけないので、初めての土地なのでスマホの GPS を頼りに宿泊先の Airbnb に向かってます。結構行き方がシンプルだったので分かりやすくて、私でも迷子にならなかったのがねミラクルでした。Hello, nice to meet you. Wow. Oh, thank you. 扉を開けたらワンちゃんが出てきたのですごいびっくりしました。次回の動画はコペンハーゲンの観光編になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。